Soul Calibur 6. 今から始めるソウルキャリバー6超初心者講座始めていきたいと思います。私、PGW 所属のプロゲーマー、上園と申します。皆様よろしくお願いします。初回動画ね、自分が思ってたよりも反響があって正直感動してます。ありがとうございます。こういうのがあると本当にね、やる気出るんで、今後とも応援よろしくお願いします。というわけで、今回は前回動画のラストに予告しました。これやります。それでは、超初心者講座始めます。というわけで、今回はむちゃくちゃ入り口からなんですけど、画面表示とボタン配置ですね。こちらについて解説していきたいと思います。画面表示はまあそんなに説明いらないかなとは思ってるんですけど、格闘ゲームね、初めてやりますって人がいたら、勝利条件とか、ラウンド表示ですよね。そういうのがわからない人も結構いるんじゃないかなとは思ってますので、やりたいと思います。で、次がボタン配置ですね。で、これは、正直他の格闘ゲームをやってても、新しくね、別のタイトル触った時に、そのタイトルごとの、そのスタンダードなボタン配置ですよね。そういうのが分からなくて困るってことがあると思うんですよね。で、自分も、今までね、そういう経験したことありますので、キャリバー用のボタン配置をいくつかね、紹介していきたいと思います。で、これが、パッド用の設定とアケコン用の設定があるので、こちらを紹介していこうと思います。The tragic fall of the cherry blossom magnifies its beauty as with life. それでは早速画面表示見ていきましょう。まずね、一番大事なのが体力バーですね。この上側の青いバーですね。こちら。これを見てもらえばわかると思うんですけど、赤く囲っているところですね。これが、両者の体力バーになります。左側が 1P 側、右側が 2P 側の体力バーとなります。続いてこの真ん中の、数字が減少していると思うんですが、これがラウンドの残りタイムになります。これが、0になった時点で体力が多いプレイヤーの勝利となります。でこんな感じで攻撃を当てると、体力がどんどん減少していきます。で体力が、1P 側は左から右に 2P 側は右から左に減っていくんですが、この体力バーがなくなった時点でも、ラウンド敗北ですね。取り切った側は取得となります。で、次は、大陸バーの下ですね。こちら赤枠で囲ってあるところですね。黄色に点灯している部分があると思うんですけど、これが、ラウンド取得数となります。ラウンドをね、勝利すると1個点灯して、こんな感じで黄色になります。で、枠が全部で3つあるので、全部点灯させると、3ラウンド取得すると、試合に勝利となります。ですので、左側のプレイヤーですね、こちらがあと2ラウンド取得すれば勝利となる状況ですね。で、右側のプレイヤーはまだ、1ラウンドも取得してないので、あとね、3ラウンド処理する必要があります。で、いろいろ説明してたらいい感じにラウンドの残りカウントが減ってきたので、このまま、ゼロになるまで見てみましょう。最初の方でね、ちょっと説明してしまったんですけど、ラウンドのタイムが、ゼロになってしまった場合ですね。そういった場合は、そのラウンドの残り体力が1でも多い方が勝利となります。この場合ね、相手の体力を0にしなくても、ラウンドの決着がつくという感じになります。最後に、ソウルゲージというものがあります。特殊なね、行動するために必要なゲージという感じなんですけど、この赤枠の部分になります。はい、で、ソウルゲージが、最大で2本ストックすることができます。で、そのうちのね、1本を消費して、派手な必殺技、超必殺技、クリティカルリッチを繰り出すことができます。画面表示に関しては、だいたいこれぐらいかなと思ってます。この後は、ボタン配置を見ていきましょう。
ボタン配置とは言ったものの、その前に一つだけシステム説明させてください。それが 8way LAN と呼ばれるシステムになります。で、8way LAN とは何ぞやと言いますと、そのまま8方向に、移動するってだけのシステムなんですけど、キャリバーほど自由にステージ移動できるゲームは他にないんじゃないかなと思います。自由に移動できるゲームっていうのが伝わればいいかなと思ってます。それではボタン配置いきましょう。ソウルキャリバーは4つのボタンを使用します。攻撃ボタンが3つ、ガードボタンが1つとなっております。それでは1つずつ見ていきましょう。それでは最初に A ボタンですね。これが横切りとなります。横切りはその名の通り、横に切りつけたりとか、なぎ払う、同じような感じかなのものが多くて、で、今これ相手が8way LANをしてるんですけど、こんな感じでね、横に動くと、この横切りは当てやすいです。だからほぼ当たります。ただ、リーチが短いものが多いので、こういう感じで後ろに下がられると当たらない。それが横切りとなります。続きまして、B ボタンの縦切りになります。縦切りは、横切りよりもリーチが長くダメージが高いものが多いという位置づけになります。ただし、横方向にこのようにですね、相手が移動していると当たらない攻撃が多いので注意しましょう。続いて、C ボタンではなく K ボタンになります。見てわかる通り、キックボタンですね。小技だったりコンボ指導技など、キャラによって結構違いがあります。最後に、ガードボタンになります。ガードは立ちガード、そしてしゃがみガードの2種類があります。ボタンごとの説明はこんなもんかなと思います。それでは、実際にね、ボタン設定見てみましょう。タイトルのね、この画面のこのオプションボタン、こちらから変更できます。こちらですね、1P コントローラー設定、これ。で、こちらの、そのタイプセッティングってなってるんですけど、タイプが A、B、C、D。D じゃねえです。カスタム。4つあります。で、自分でも、もはやこの A と B しか使ってないっていうか、もう B しか使ってないです、自分は。で、なんでかっていうと、まずこの A、タイプ A ですね。こちらが、パッド操作のデフォルトの設定になります。四角ボタンが A ボタン、横切り。B ボタンが、三角で、縦切りですね。で、キックボタン、これが丸で、×で、ガードボタンとなっております。一応ね、この基本の4つのボタンがあれば、ゲームになっちゃうんで。で、あとは、押し方ですよね。同乗詞が、このゲーム複数あるんで、同乗詞を使うのであれば、大体の人はこの L と R ですね、上の。ここに割り振ってます。ボタン配置本当に、一応これが基本の4つなんですけど、配置はね、自分がもう押しやすい配置。でも全然大丈夫なんですよ。ただ一応基本でね、これがやりやすいんじゃないかなと思ってます。で、こっちの、同乗詞の設定に関しては、一応ね、その知り合いのというか、そのトッププレイヤーにどんな感じでやってるんですかっていう話を聞いて、で、参考にね、今度出しますんで、お待ちください。で、タイプ B。こちらが、アケコンですね。アケコンのデフォルトの設定になります。これもね、多分その次回の動画で、手元を見せてやろうかなと思ってます。こんな感じで設定できます。設定されてます、もはや。で、タイプ C。俺、C あったの知らなかったぐらい使ってないです。で、こっちのカスタムもほぼ使えます。なんでかっていうと、これ下の説明文書いてあるんですよ、これ。自分でボタン配置を設定したい場合は、カスタムで設定できます。確かにカスタムで設定できるんですよ。もう自由に設定できます。ただ、別にこの B でも、設定できます。変えれます。これ。ちょっとむちゃくちゃになっちゃってるんだけど、例えば、
このゲームは1個のボタンに対して枠が2つあって、例えば L1 とかに割り振れるんですよ。L1 でも A の攻撃が出せるとか。まあ、結構珍しいよね。1個のボタンを2つ割り振れるっていうのはね。まあ、キャリバー、俺キャリバーしか見たことないな。他のゲームであるかどうかわかんないんだけど、一応ね、そういう感じの設定ができます。まあ、このあたりも後々説明できればなと思ってます。今回の動画はここまでとなります。動画のね、時間が思ったよりも長くなってしまいそうなので、同時押しボタンの、突っ込んだ設定ですね。このあたりは次回やりたいと思います。なかなか対戦までいけません。そもそもね、システム的なとことか、キャラ紹介とか、早めにね、やっていきたいですね。はい。あとはですね、前回の動画にコメントしてくれた方、本当ね、みんなありがとうございます。もうちゃんと見てますんで、よろしくお願いします。励みになってます。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。